皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアの軍需産業についてです。ロシアは世界的に見ても武器輸出が多い国です。武器輸出の世界においては、第1位は単価が高いアメリカが多くの国々に様々な兵器を売っている関係で、不動の1位を築いているわけですが、その第2位や第3位といったその下においては常にロシアが姿をちらつかせていました。しかし、現在ウクライナの戦場において様々なロシア製兵器が次々と吹っ飛んでいる関係で多くの兵器が必要とされ、それら兵器を充足するためにも現在のロシアの軍需産業は国内向けにその生産力を向けなければならない状況です。そうしたこともあってロシアがこれまで武器を売っていた国々、その販売先の国に対してどうか売ったものをロシアに買い戻しさせてくださいとお願いしているというのです。これはロシアが明らかに必要としている兵器類などを自国の生産だけでは賄えなくなっていることを意味していると私は思います。というわけで今回は武器輸出大国であったロシアが今や武器を買い戻ししなければならなくなっていることについて取り上げていきましょう。深刻化するロシアの兵器不足、海外に売却した兵器、部品の返還を求める。ロシアは資源輸出大国であるとともに武器輸出大国でもある。世界銀行によると2022年の武器輸出額はアメリカが145億ドル、フランスが30億ドル、ロシアが28億ドルだった。ウクライナ戦争前には、ロシアは世界第2位だったとみられる。しかし、ウクライナ戦争が長期化する中、ロシアは武器を海外に輸出する余裕がなくなってきている。そればかりか、武器輸出の契約を履行しなかったり、一度売却した武器、部品の返還を求める事態に至っている。ロシアの武器不足は深刻である。ウォールストリートジャーナル紙によると、ロシアは防衛装備品を輸出したエジプトやパキスタン、ベラルーシ、ブラジルなどから部品の回収を急いでいるという。ロシア政府の代表団はエジプトの首都カイロを訪問し、シシ大統領と会談。その際にロシア側はロシア製軍用ヘリコプターのエンジンの回収を求めたという。シシ大統領はそれに同意し、12月にも約150機のエンジンの引き渡しが開始される公算が大きいとみられる。見返りとして、ロシア側は穀物を支援するとしている。エジプトが穀物支援を受ける理由というのは、もともとはウクライナ、ロシア双方から黒海経由で多くの穀物がアフリカ大陸へと渡ってきていたのですが、それらが戦争の進行により価格も高騰、また輸入に際しても黒海で船を使った輸送についてかなり危険性が増したことにより、エジプト国内での物価高をかなり強力に推し進めていることがあります。そのような状況ですから、ロシア側から穀物を支援されると言われれば、政権としてはこれを良い条件だと見たのでしょう。輸入する際の障害を作り出した張本人がロシアだったとしてもです。また、ロシアはインドとアルメニア向けに輸出するはずだった武器をロシア軍の前線に振り向けている。アルメニアはロシアから出荷されるはずだった多連装ロケットの弾薬をほとんど受け取っていない。その結果、9月に隣国アゼルバイジャンが係争地ナガルノカラバフをアルメニア軍から奪取した際、アルメニア軍は武器不足に陥ってしまった。ロシアはインドへの輸出も一部中止している。なお、アルメニアはプーチン大統領を容疑者として手配している国際刑事裁判所加盟の動きを進めています。また、この記事の中で少し書かれていなかったのですが、インド向けについては対空ミサイルについて本来であれば引き渡しが進むはずだったのですが、ウクライナの戦場で対空ミサイル軍もかなりやられており、輸出する余裕がなくなっているのでしょう。ロシアはパキスタンに以前売却した攻撃ヘリコプターのエンジンを少なくとも4機要求している。ただし、同国の外務省はロシアからの打診を否定している。また、ロシアはブラジルに対して、ブラジルが昨年退役させたロシア製の攻撃ヘリコプターのエンジン12機の買い戻しを申し入れた。ブラジル外務省は、ウクライナ戦争での中立的な地位を維持する観点から、これを拒否したとしている。なお、南米の国家においては、社会主義政権もかなりあり、また、ロシアへの制裁についてはほとんどの国が加わっていません。ですから、ロシアとしては本来であれば、商談はしやすい相手だったはずです。ところが、お断りされたようです。他方で、ロシアの最も忠実な同盟国の一つであるベラルーシは、大型輸送ヘリコプターエンジン6機をロシアに売り戻したという。ベラルーシの場合だと、そもそも現在のルカシェンコ政権は国内においては
弾圧なしには政権を保つことができないと言われている状態で、ロシアを頼りにしている以上、プーチン大統領の求めには応じざるを得ないでしょう。ロシアによる武器輸出契約の不履行は、友好国との関係に悪影響を与えているだろう。さらに、武器輸出の減少は、ロシアの成長率にも逆風である。いずれにせよ、対面を気にしないロシアの武器輸出契約の不履行や返還要請は、ウクライナ戦争におけるロシアの深刻な武器不足、ロシア経済の悪化、ロシア財政の悪化を象徴している。武器の輸出大国であったロシアが、なぜ販売先の国々に対して買い戻しをお願いしているかといえば、それがロシアにとって今、時間稼ぎが必要だからです。国家財産の中で3割以上のお金を軍事予算に充てているロシアですが、さあ、大量に兵器を作ろうと思っても、そもそも製造ラインがこれから拡充しますよというのであれば、いきなり製造を倍増したり3倍増したりといったことはできません。どうしても時間はかかるものです。ですから、兵器を量産するまでの準備時間を少しでも稼ぐために、すでに完成しているものを、たとえ古かろうと、状態が悪かろうとも関係なく、とにかく販売先に対して、売ったものをどうかお金を出すから買い戻しさせてくださいと言っているわけです。なお、そのお金というのは、基本的にロシアは資源大国で輸出して、ある程度の資金を調達することはできますから、それによって買い戻しの原資はあるでしょう。しかし、武器輸出大国が輸出ではなく輸入するような状態になったのですから、今後の展開のことを考えると、今ロシアから物を買ったとしても、今後の修理用パーツさえまともに売ってくれないかもしれないなと思うわけで、しかも現在のウクライナの戦場でロシア製の兵器は、陸だろうが、海だろうが、空だろうが、様々なものが破壊されています。その中には、乗員に対する保護能力があまりにも足りないのではないかといった、実際にはソ連時代に作られたものであっても、現在のロシア製兵器であろうと思う、同じように低品質だろうといったかなりの低評価といったものが様々なところで取り出されていることもあって、ロシアから買うのではなく他の国から買うべきではないかといったことも真剣に論じられるようになりました。なお、被害が続出しているのは陸軍の兵器なわけですが、金額的に多い戦闘機の部門においてロシアから離れようとしている国があります。それは同じソ連邦の流れを組んでいるはずのカザフスタンがロシア製の戦闘機ではなく、今度は欧米の戦闘機へと乗り換えようとしている動きがある。これまで保有していた戦闘機を耐用年数がかなり限界まで来ていたから、これらを手放して、フランスやスウェーデンから戦闘機を買うかもしれないという報道が出ています。大量の戦闘機を放出するといったことまでは事実として報道されていて、じゃあ次の戦闘機をどうするのかといったところが今関心を集めているのです。少なくともカザフスタンが現状のロシアに対して何十機と戦闘機を発注する、そのようなことをちょっとするとは思えないのです。今のロシアからしてみれば、そうした大量の戦闘機を製造する、そして海外に売るという余裕はないでしょう。そして、これまで伝統的にロシアから戦闘機を買っていた国、ベトナムにおいても全く異なる行動に出ようとしています。ベトナムもロシアから戦闘機を買っていた国なのですが、今まさにロシア製戦闘機から他の国、しかも、かつてベトナム戦争で戦った相手、アメリカ製の戦闘機を買おうとしているという話が出ているのです。これは今回の話から言えば、まずベトナムもやはり昔から戦闘機を買っていて、それら戦闘機が古くなってきています。ですから、そろそろ買い替えたいなと思っているわけですが、じゃあ、今ロシアから買おうとすればどうなるかといえば、これまでの話にもあった通り、今ロシアは作ったものを海外へと売りたいといった状態ではありません。ベトナムが戦闘機を更新するにしても、ロシアに発注するのはためらうでしょう。発注したとしても何十年と待たされるというのであれば、それは自分の国の戦力に大きな穴が開いてしまう。さてそこで声をかけている国があります。それがアメリカです。アメリカにとってベトナムというのは、それこそ戦争をした相手ではありますが、現在の状況から考えると、中国を念頭にして、その周りの国々とより密接な関係を築きたいという戦略があります。これはアメリカにとっての基本戦略として、中国とは一戦交えたくないなと思った時に、その周りをなんとかひっぺがしておきたいなと考えるのは自然な流れだからです。そうした流れの中でベトナムに対して、アメリカ製の戦闘機を買いませんか？戦闘機1機あたりのお値段はちょっと高いですが、その点については、ある程度経済協力を織り交ぜる形で
なんとかお金を融通するようなことも手助けしますよといったいわゆる外国パッケージの中に戦闘機の売却話というものを進めているというのです。現在のロシアはこのような国際政治の中において影響力を発揮するのが難しい状況ですから、ベトナムに対してアメリカが売り込んでいるというのを止めることは私は難しいのではないかと思います。そして戦闘機という兵器は非常に息の長い製品で、1機購入したら5年10年で取り替えるわけではなく、20年とか30年とか使い倒すこととなります。ですからその間の維持メンテナンスなども必要ですから、販売元の国とは非常に長い関係を築くこととなります。今回の記事にもあったような販売先の国に対して買い戻すだけではなく、そのようにして外に売るのが難しいなというのを他の国が見れば、購入先を他の国へと変える。それに伴って新たな関係が築かれれば、そこに入り込む余地はロシアにはもうないかもしれないのです。というわけで今回の動画はここまで。ウクライナでの戦争が長引くことによって、ロシアの軍需産業はもはや外の世界へと目を向けるのが難しい状況です。そしてそのような状況に対応して、他の国は欧米メーカーとの協力関係を築こうとしています。ロシアの軍需産業が大事なお客さんを失うのは自業自得と言えるでしょう。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していて、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。また役に立ったなと思う方はぜひとも他の方にこのチャンネルをお勧めしてくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。